冷え性なのに足痩せをしようとしているそこのあなた、それはまるでせっかく今日5キロ走ったのにカツ丼を2杯食べちゃったようなものかもしれません。こんにちは。こんにちは。ひろいです。五島です。今日僕が紹介したいのは足の温活なんですよ。足をそもそも自分で温める能力を高めてから足のトレーニングだってなんなりとかをすると効果倍増すると思うんですよ。確かに。だから僕はそれを今日紹介したい。そしたら足の筋ポンプ作用ってあるじゃないですか。これを高めてあげると絶対足の温活になる。血液が循環する時って、そこ心臓が動いて循環するじゃないですか。ただ足に行った血液ってなかなか上に上がりづらいので、心臓の代わりにこうポンプのする働きをしてくれる器官が必要なんですけど、それがふくらはぎの筋肉がこうやってポンプの働きをして心臓まで送り返してくれる。第二の心臓って言われるゆえんはそこですよね。そうですね。筋肉が活発であれば、こう筋肉がこう動いてどんどんこうポンプのようにふくらはぎの方でこうやってポンプポン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 ってこう上に上げてくるわけでしょ。それのポンポンポンを高めれる方法があると。あります。そしたら最初ですね、親指と人差し指をこうグッと広げてもらって、この前後に動かしていきます。でこの時意識してほしいのはこの足の指の付け根ですね。この付け根の部分からこうやって動かしてあげるっていうのを意識して、で全部の指やっていくのでそれぞれ10秒ずつやっていきます。スタート。この付け根の方からしっかりと動かすようにこうやって前後に動かしていきます。はい。で特にこの指の付け根の部分がですね、リンパ節がそれぞれついてるので、このリンパ節を刺激してリンパの循環を良くするようにっていうのを意識して動かしていきます。はい、次行きましょう。で最後ですね。はい。そしたら今度ですね、指を1本ずつアプローチしていくんですけど、この第二関節のところですね、ここをこうやって左右にこうやってねじるようにして絞って、この指の側面の血管とリンパ管をアプローチしていきます。これも各指それぞれ10秒ずつやっていきます。スタート。特にこの親指とか、指の側面ですねっていうのが細い毛細血管と、あとはリンパ管が通ってるんですけど、ここが圧迫されてて循環不良を起こしてる人が非常に多いですよね。で、女性なんかだとつま先が細い靴を履いてる人って結構多いので、そのせいでこの指の側面っていうのが圧迫されて循環不良を起こしてることが非常に多いので、特に女性はこの指の側面をしっかりとやってあげるのが大事かなと思います。末端はね、やっぱ冷えやすいんだよね。そうなんですよね。ここはもうこういう風にやってあげて、末端から温まるようにしてあげると最高ですよね。はい。はい、OK です。そしたら今度ですね、指の裏の部分をそれぞれアプローチしていくんですけど、ちょっと滑りやすくするためにクリームとか持ってる人はクリーム使ってもらって、もしない場合はそのままやってもらっても大丈夫なので、最初ちょっと指の裏全体的にこうやってつけちゃいます。そしたらですね、この指の付け根の部分から親指を使ってこうやってぐーっと先端に向かって流していきます。でここは結構大事なので、各指15秒ずつやっていきます。ではいきます。はい。スピードはもうこのぐらいで。はい、これぐらいで大丈夫です。で強さも痛気持ちいいから、やや痛いぐらいで大丈夫です。結構強めに押してますか？はい、強めに結構いってます。皆さんは多分こんな強く押せないかもしれない。はい、なので、自分の可能な範囲の強さでやってもらって大丈夫です。すごいもう赤くなってるもんね、指先が。結構もうあったかいですね、今。あったかいだろうね。はい。で特にこの指先の裏面っていうのがすごく大事で、さっき話した筋ポンプ作用っていう、なんかこうふくらはぎの筋肉なんですけど、それの一番深い筋肉が足底筋っていう筋肉なんですよね。
でこれが足の裏からふくらはぎ、そして膝裏までくっついてる、結構長い筋肉なんですけど、それの最初のスタートっていうのがこの指先になってくるんですね。なるほど。はい、なのでここをしっかりアプローチをしてあげると足底筋の働きが活性化して筋ポンプ作用も高まってくるじゃあふくらはぎの筋肉が動きやすくなるよと、と。そうです。そういうことですよね。まさかね、きっと皆さんおのおの自分でマッサージ結構お風呂でやってると思うんだけど、はい、ふくらはぎの筋肉の動きがねここに関係するっていうのは多分知らない人が多いと思うんです。そうですね、OK です。そしたら今度はですね、中指と薬指の間をこう辿ってってもらうと、ちょうどこの辺でくぼむ場所があるんですよ。このくぼむポイントをぐーっとそのまま押し続けていきます。はい、これも15秒間押していきます、よーいスタート。まあこう指で押すのがきつい人とかだったらなんかね、棒とかそうですね、ペ使っンとかなんかてペンとかでもいいし、ここはですね、ソーラープレクサスっていう足を温めてあげるポイントになってます。 OK。 そしたら今度はですね、足の甲の方に来てもらって、でまた同じように少しこの辺をクリームつけてもらって、ない人はそのままで大丈夫なので、今度は指の付け根の方から足首に向かってこう上げるように流していきます。イメージはさっきまでこう指の方に向かって流していったやつを今度はこっちに送り返すっていう感じですね。はい、これもそれぞれ指の間全部いくので10秒ずつはい、やっていきます。ではいきます。ここはね各所のリンパ節の反射区って言われてるところでもあるんで、そうですね、足全体的にもそうだけれども体全身を温めるね効果もありますからね。はい、特にこのリンパの流れの悪い人は結構ね痛いと思うので、いや足の方こはう痛がる人すごい多いです。はい、ここもやっぱ今やっててちょっと痛いですね。ムックンだもんね。ムックンムックンは初めて言われました。OK です。今度はですね、ふくらはぎをアプローチしていくんですけど、ちょっとこう足首伸ばしてもらうとふくらはぎのこの辺に真ん中あたりにくぼみができるポイントがあるんですよ、なのでちょっとたどってくぼみを探してもらったら、このくぼんでるところに親指を当ててもらって、そのまままっすぐぐーっと押していきます。本当ふくらはぎの中央って感じですよね。はい、もう本当に真ん中ですね。ここは一番重要なポイントなので30秒はい、押していきます。スタート。でここがですね、筋ポンプ作用の一番大事なところになってくるっていうのもそうなんですけど、あとはですね、小山っていうツボがあるポイントなので、ここを押してあげるだけで足全体の血行が良くなるっていう働きもあります。足の筋肉とかが固まっちゃって、要は運動しても固まりすぎて効果が半減しちゃうっていうのがあると思うので、これいう風にね筋ポンプ作用を高めながら運動するっていうのはね、僕は足痩せにすごくいいと思うんですよ。 OK です。これでもう足だいぶ暖かくなってくると思うので、全然違うあったかさが結構違いますよ。やった方がすごいあったかい、はい、やってない方冷たい。ぜひこれ両方やっていただいて、背中が結構じんわり汗がいます。今日はちょっとトレーニングめんどくさいなとかそんな日あるじゃない。確かに。でもやっぱ冷やすのよくないですか。トレーニングできない日があったらこういうのでちょっと足の温活をして、明日脂肪燃焼させるんだっていうね、こういうのをこう使い分けながら、はい、すごくいいと思います。その使い分け。このようにアペランス TV では今よりも綺麗でいたい、いつまでも若々しくいたい、そんな方が増えてほしいっていう思いで動画をお届けしているので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。